イラストレーターにとんでもない新機能が登場しました。自分で1枚のイラストを作成したら、その機能を使うだけで 2D のイラストがまるで 3D のようにグリグリ動き出します。 AI で別の角度のイラストを自動作成する新機能、ターンテーブル。今回はその機能の詳細と使い方を徹底的に解説していきます。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。皆さん、今の映像どうですか？ちょっと今までの常識じゃ考えられない機能が実装されてますよね。やばくないですか？今回は今話題のイラストレーターの新機能、ターンテーブルを実際に使って、その実力を徹底レビューしていきたいと思います。これはイラストレーターのベータ版で使える機能なんですが、冒頭で見てもらった通り、正面のイラストを1枚作るだけで AI がそれをいろいろな方向に回転させてくれるという機能なんです。今まで手間だったキャラクターの3面図なんかも簡単にできてしまうかもしれませんし、アイディア次第でバリエーションを無限に作成できる実質 3D のような可能性を秘めた機能です。一体どんな風に使うのか、早速見ていきましょう。このチャンネルでは楽しく分かりやすくをモットーにデザイナー、クリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ているうちにスキルアップするはずです。役に立つ情報だなと思ったら友達や SNS などに拡散をお願いいたします。高評価とともにぜひポチッとお願いします。ターンテーブルを使用するための条件。まずはこの機能を使用するための前提条件をお話しいたします。このターンテーブルという機能はイラストレーターのベータ版のみに搭載されている機能です。なのでまだ正式版には搭載されていません。ですからそんな機能見たことないよという方も知らなくても無理はありません。という私も先日イラストレーターの新機能を紹介する動画を上げたんですが、やべえ、こんな大事な機能全然触れてなかったと焦ったぐらいです。で、そのベータ版についてなんですが、ベータ版のインストールはクリエイティブクラウドのアプリを開いて、左のメニューのアプリでベータ版アプリをクリックするとイラストレーターベータ版があるので、あとはインストールをクリックすれば OK です。まあベータ版ダウンロードの時点でちょっと面倒だなって思った人、私もその一人です。いっつも面倒だなって思ってるんですが、動画のためにインストールします。でもですね、この性能を見たらきっとインストールしてでも使いたいって思ってもらえるはずです。実力の検証と基本的な使い方。ではターンテーブルの実力の検証をしていきたいと思います。ステップ1、ベクターアートを選択。今回はこのために私が自作した猫のキャラクターでやっていきたいと思います。こんな感じでキャラクターなどイラストを一つ用意したら、全体をグループ化しておきます。オブジェクトのグループで、この機能自体がベクターデータ専用なので JPEG や PNG などの画像ファイルは使えないようです。ステップ2、ターンテーブルを適用で、グループ化したら対象をクリックしてオブジェクトターンテーブル、ここにターンテーブルがあります。これをクリックするだけでターンテーブル使えるんですね。で、ちなみにプロパティにもターンテーブルが表示されます。どちらでも同じ機能ですので、お好みの方で使ってみてください。で、ターンテーブルと。そうすると複数のビューを作成ということで、これも AI の画像生成の一種のようです。で、生成までに少し時間がかかります。通常のベクター生成よりもやや時間がかかるかなという印象ですね。いろんな角度を生成するっていうところもあって、ちょっと時間がかかる形になっているのかもしれませんが、それでもこの機能で時短できるんであれば、その効果はとてつもないんじゃないかなとっていう感じでしょうかね。では生成後までジャンプします。はい、生成が終わりました。時間にして2、3分ってところだったでしょうかね。で、そうするとコンテキストタスクバーがこんな表示になります。ここからが面白いんですが、スライダーを動かすとくるくると回り出すということで、
めっちゃ面白いですね。これで自負作るだけでもなんか PV とかになりそうな、テトリスみたいな PV とかができそうですよね。面白いな。でさらにこの上の矢印ですね、これカメラアングルになります。カメラアングルをこれ下から覗く形ですかね。下から覗く形でこんな感じでいろいろできますと。面白いな。でこっちがハイアングルですね。ハイアングルからこういくとこんな感じで出来上がっていきますと。で気に入る角度が出来上がりましたら、まあ例えば分かりやすいのだとこんな感じでしょうかね。斜め45度1個作成してみたいと思いますが、バリエーションを作成したいと思ったら表示を挿入でそのバリエーションが1つ作成されます。こっちは正面にしてこっちは45度表示を挿入。こんな感じでもうクリックだけで簡単にいろんなバリエーションが出来上がってしまうということで、すごい面白いですよね。ということでここまでが一連の流れです。想像以上に直感的で完成度も高かったように感じるんですが、続いてもう少し検証していきたいと思います。使ってみて思うところ。さて私結構めんどくさいやつなので、触ってみていいところばかりでなく気になる点、いわゆる悪いところもいくつか気がつきました。生成されたイラスト自体はですね、今までのベクター生成よりも精度が高いなっていう印象なんですけれども、色味がですねちょっと違うんですよね。これ元のイラストの色なんですけれども、こっちですね、こちらはお腹が真っ白になってしまっているんですね。こっちは全然馴染むんですけれども、こっちはお腹が真っ白になってしまっています。ですのでちょっと色味の変化はあるかもしれないです。最終的に色の修正は必要かなっていうところですね。あとはまあある程度はしょうがないとは思うんですが、なんでしょうね、例えば後ろ姿尻尾がないとか、まあその辺はしょうがないんですけれども、完璧ではないですよね。さすがに後ろ姿に尻尾がねこう本当はついてたんだよっていうのは AI ではさすがに分かんないかなっていうところではあります。あとはそうですね、表示の乱れやっぱちょっとありますね。この辺とかよくわからないものがあったりしますが、画像生成の一つっていうところもあって表示の乱れは感じられるところはありますが、些細なところかなという。まあこれ削除したらいいだけの話なんでね、まあ少しくらいはこういうところあるようですね。そのぐらいは織り込んでもですね使ってみたい機能の一つかなというふうに思います。あと回転はまあ360度ではない、正確には120度からマイナス120度までなんで、真後ろは作成できないっていうところですね。真後ろは作成できないようです。まあでも全然便利だと思います。すごい可能性を秘めてると思います。ということで今回はイラストレーターベータ版の新機能ターンテーブルを紹介いたしました。もうね 2D のままなのにまるで 3D みたいに扱えるのは本当に感激です。めっちゃすごいです。ターンテーブルの発表は1年くらい前にあったと思うんですけれども、ようやくベータ版で実装されたって感じですね。で最近 AI はクリエイターの仕事を奪うなんて言われがちですけれど、このターンテーブルのような機能の使い方はすごくポジティブで、クリエイターを尊重したような AI の使い方ですよね。クリエイターやデザイナーが作った成果物があって、それを AI が発展的な展開をしてくれる。この関係性ならすごく多くの人に受け入れられるんじゃないかなというふうに感じました。皆さんこのターンテーブルの機能どう感じましたでしょうか。ぜひコメントで教えてください。で今回の機能はベータ版なので正式リリースの発表が待ち遠しいですね。
これからさらに進化して改善もされていくことでしょう。正式版がリリースされた時は改めて動画で紹介したいと思いますので、それまでぜひチャンネル登録してお待ちいただけると幸いです。こういう機能の登場はイラストレーターを学ぶ重要性が増したというふうに私は感じます。このターンテーブルっていう機能すごいからぜひイラレを使ってみたい、でもあんまりよくわからないっていう人は私の有料講座なんかもおすすめです。たくさん機能のあるイラストレーターを短期間で体系的に学べるようにまとめてあるのが私の有料講座です。新しい講座や私の書籍もありますので、気になる方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上となります。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。